6600万年前、地球に巨大な小惑星が落ちました。恐竜たちの時代はそこで終わります。当時の生き物のおよそ 75% が姿を消しました。では、彼らは何によって死んだのでしょうか。教科書がずっと答えてきたのは、その後に来た冬でした。舞い上がった塵に空が覆われ、暗く冷たい時代が何年も続く。植物が枯れ、食べるものが尽きていく。ゆっくりとした上の物語です。ところが、2026年の7月、その筋書きに待ったをかける研究が発表されました。アメリカのパデュー大学のチームによるものです。彼らの計算では、多くの生き物は冬を待っていません。衝突からわずか1時間か2時間。地表が焼かれたその最初のひとときのうちに死んだことになるというのです。冬が来る前に話はもう終わっていた。今日はこの見立てを順番にたどります。舞台は今のメキシコユカタン半島のあたりです。落ちてきた小惑星は差し渡しおよそ 10km。エベレストが丸ごと空から降ってきたようなものだとよく言われます。掘られたくぼみは 180km ほど。チクシュルーブクレーターと呼ばれるこの惑星でも指折りの大穴です。ここまではよく知られた話でしょう。ここで確かめておきたいことがあります。この一撃はそれ自体で世界を滅ぼしたわけではありません。衝突の爆風も立ち上った火の玉も地球の裏側までは届かないのです。今回の研究を率いたブランドン・ジョンソン氏ははっきりこう言っています。これを地球規模の絶滅にしたのは爆風でも火の玉でもない。吹き上がった蒸気のその行方だったのだと。衝突の瞬間、小惑星が持っていた途方もない運動エネルギーは行き場を求めて熱に変わります。その熱で1000立方キロメートルを超える岩と土が一瞬で気体になりました。溶けたのではありません。蒸発したのです。岩の蒸気という普段想像することのない物質が大気の外まで吹き上がりました。この量を計算したのは実は今回のチームの以前の仕事でした。上空へ広がった岩の蒸気はそこで冷え始めます。冷えれば気体は液体に戻る。水蒸気が雨粒になるのと同じことが岩でも起きました。ただしできたのは雨粒ではなく小さな岩の雫です。研究者はこれをスフェルールと呼びます。丸い粒という意味の言葉です。スフェルールの大きさは直径でおよそ250マイクロメートル。砂糖の粒の半分ほどです。この粒は今も世界中の地層から見つかります。アメリカのノースダコタ州には衝突のその日に死んだとみられる魚の化石があり、ヘラチョウザメのエラにスフェルールが挟まったまま残っていました。降ってきた粒を呼吸のたびに吸い込んでいたのです。それほどの量が地球の周りにばらまかれました。地球の周りへ弾道飛行でばらまかれた粒はやがて大気圏へ戻ってきます。空気にぶつかると急に減速する。最も強くブレーキがかかるのは高度 70km から 80km のあたりです。この時、運動エネルギーは再び熱に変わります。粒一つが出す熱はたかが知れています。けれども、それが地球のほぼ全面で同時に無数に起きたらどうなるでしょうか。答えは空そのものが光り始めるです。
上空の一帯が赤外線を出す巨大な発熱体になり、その熱が下へ降り注ぐ。これを熱パルスと呼びます。この計算を最初にやってみせたのが、1990年、J. メロッシュ氏らのチームでした。後にジョンソン氏の指導教員となる人物です。出てきたのは、数時間にわたって地表を焼き続ける熱でした。この熱パルスには、それを裏付けそうな証拠もありました。世界各地の境目の地層からすすが見つかっていたのです。1980年代の終わりに報告されたこの発見は、地上の生き物が丸ごと燃えたのではないか、と思わせました。さらに、化石の傾向とも噛み合います。この絶滅を生き延びたのは、土に潜れたもの、水の中にいたもの、どこかに隠れられたものばかりだったのです。熱と火が主犯である。1990年代から2000年代にかけて、この考えは有力な仮説の一つでした。ダグラス・ロバートソン氏らは、生存者の顔ぶれこそが証拠だと論じています。熱から身を守れた種だけが残っている。だとすれば、死因は熱だったことになる。実はこのロバートソン氏、今回の論文にも共著者として名を連ねています。ところが、2009年、この筋書きに冷や水が浴びせられます。ゴールディン氏とメロッシュ氏が、より丁寧な計算をやり直したのです。すると、地表に届く熱の強さは、それまでの見積もりよりずっと小さく出ました。オーブンを強火にした時と同じくらい。生き物を焼くには十分でも、森に火をつけるには足りません。数字が下がった理由は、自己遮蔽と呼ばれる効果でした。先に落ちてきた粒が、後から来る粒の熱を途中で遮ってしまうのです。無数の粒が降り注ぐということは、その粒自身が熱に対するすだれにもなる。しかも、強い熱が続く時間も短いことが分かりました。普段太陽から受けている熱を超える状態は30分ほど、最も強い状態は数分しかありません。2013年にはモーガン氏らのチームが3次元の衝突シミュレーションをもとに地球規模の山火事を強く否定します。地層の側からも疑いの声が上がりました。もし世界中が燃えたのなら、境目の層は炭だらけのはずです。ところが炭は乏しく、焦げていない有機物が普通に残っている。すすの由来も燃えた森ではなく、衝突地点の岩の成分ではないか、と指摘されました。こうして熱と火は主犯の座から降りました。代わりに前へ出てきたのが寒い冬です。塵と硫黄が空を覆い、光合成が止まり、生態系が下から崩れていく。あなたが教科書で読んだのは多分こちらでしょう。ただし、2009年の論文の隅には一つの正し書きが残されていました。ほとんど注目されなかった短い一文です。その正し書きはこういうものでした。もし上空に極めて細かい塵の不透明な覆いがあったなら、自己遮蔽の効果は帳消しになり得る。粒がすだれになって熱を遮るより先に、そのすだれの上に蓋があれば、熱は宇宙へ逃げられず、地表へ押し返される。ただし当時は、そんな蓋が本当にあったのかどうか、確かめようがありませんでした。答えは、それから14年後に、地層のそばからやってきます。舞台は、アメリカ、ノースダコタ州、タニスと呼ばれる場所です。先ほどのヘラチョウザメが出たのも、ここでした。この場所には、衝突のその日に積もった層が、他の土地よりずっと厚く残っています。
2023年、研究チームがこの層の粒の大きさを一つずつ細かく測っていきました。出てきたのは予想よりはるかに多い微細なシリケートの塵でした。粒の直径は髪の毛の何十分の1という細かさです。これほど細かい塵はなかなか落ちてきません。研究チームはこれを使って長く続いた衝突の冬を説明しました。この話は前回の恐竜ニュースでも取り上げています。ただ、この発見はもう一つ別の扉も開けていたのです。この塵こそが2009年の正し書きが求めていた蓋なのではないか。そう考えたのが今回のパデュー大学のチームです。ジョンソン氏はこう振り返っています。あの余った蒸気は一体どこへ行ったのか。そこへの興味がこの研究の出発点になったと。話は蒸発した岩の蒸気に戻ります。蒸気のすべてがスフェルールになったわけではありません。凝縮しきれずに余った分はもっとずっと細かい塵になりました。タニスの層に残っていたのはこの余り物だったのではないか。地層に残る粒の大きさから逆算すると、その量は惑星を丸ごと包むのに十分でした。ここでこの研究の一番面白いところが出てきます。重いスフェルールと軽い塵。宇宙空間を飛んでいる間、この二つは一緒に動いています。ところが大気に入った途端、振る舞いが分かれるのです。重い粒は空気を押しのけてそのまま下へ落ちていく。軽い塵は空気に受け止められて上にとどまる。つまり熱を出す粒が下、蓋になる塵が上。この配置が自然に出来上がります。研究チームは上にとどまった塵の層がどれだけ光を通しにくいかを数字で示しました。光の通りにくさを表す値が少なく見積もっても620。この値は1を超えただけで向こう側が霞むものです。620ともなれば事実上全く通さないという意味になります。蓋があれば熱は宇宙へ逃げられません。行き先は一つ下だけです。研究チームの計算では地表に届く熱の強さはスフェルールだけを考えた場合の 3.5 倍になりました。共著者のアレクサンドリア・ジョンソン氏はこれを鍋の蓋に例えています。落ちてくる粒の熱はそのほとんどが地表の近くに閉じ込められたと。3.5 倍という数字には2つの意味があります。一つは隠れられなかった動物にとって確実に致死の水準を超えたことです。ジョンソン氏の表現を借りれば、白亜紀の動物たちが浴びた熱は人間なら 100% 死ぬ量の17倍に当たります。分厚い皮を持つ大型の恐竜であってもそれは変わりませんでした。もう一つは火です。草や地衣類、松の枯れ葉といった燃えやすいものは比較的弱い熱でも短い時間で火がつきます。今回の計算では地表に届く熱がこの水準をはるかに超えていました。つまり火種がなくても下草が一人でに燃え出す。そこから森全体へ燃え広がっていくという道筋です。ただし、ここは正確にお伝えします。木そのものに熱だけで直接火がつくかというと、そこまでは言えません。木の場合は、もっと強い熱が20分以上続かないと燃えないという、より厳しい見積もりもあるからです。今回の熱でもそこには届かないかもしれない。だからこそ研究チームも
下草を経由して間接的に燃え広がる道筋を上げているのです。では、その最初の2時間はどんな世界だったのでしょうか。ジョンソン氏は金星の地表のようだったのかと問われて、こう答えています。金星というより地獄の方が近い。塵に閉ざされて昼の光は届きません。目に見えるのはあちこちで燃える山火事の赤い輝きだけだったはずだと。そしてそこには見るものもほとんどいませんでした。地面の下に潜れたもの、水の中にいたもの、どこかに身を寄せられたもの、生き延びたのはそういうものたちだけです。土の中は地上とは熱の伝わり方が違います。わずか数十センチの土が生死を分けました。ロバートソン氏らが指摘した生存者の顔ぶれが、ここでもう一度意味を持ってきます。火はやがて燃え尽きます。落ちてくる粒もいずれ落ちきります。けれども塵は上空に残り続けました。ここから先、蓋の役割が反転します。下から昇る熱を閉じ込めていた層が、今度は上から来る太陽の熱を遮る側に回るのです。研究チームによれば、その状態は数年から場合によっては数十年に及んだ可能性があります。ジョンソン氏はこれを魔法瓶に例えています。直感に反するようですが、実は同じ仕組みです。と、魔法瓶は熱いスープも冷たい飲み物も同じ構造のまま保ちます。この塵もまず地表を焼き、その後で地球を冷やしました。つまり今回の研究は衝突の冬を否定してはいません。同じ塵が二役を演じたのだと言っているのです。塵の害はそれだけではありませんでした。今回の研究が扱った塵は直径がおよそ 2.5 マイクロメートル。今私たちが空気の汚れとして気にしているあの粒とほとんど同じ大きさです。肺の奥まで入り込み、血液にまで届いてしまう細かさ。焼かれずに済んだ生き物も、その後長くこの塵を吸い続けたことになります。ただし、と研究者は付け加えます。焼かれる方がはるかに早い。と。ここで一番大事な正し書きです。ここまでの話はすべてモデル計算に基づくものです。地層に地球全体が燃えたという直接の証拠はまだ見つかっていません。北米の地層には火の跡を示すものがあります。しかし、衝突地点から遠く離れた場所で同じことが起きたのかどうか、今のところ分かっていないのです。この研究に加わっていないロンドン大学のホロ生物学者キアレンツァ氏はこう述べています。いつか地球全体が燃えた記録が見つかるかもしれない。ただ、今のところそれは手元にない。研究チーム自身もより完全な地層の記録がなければ決着はつかないと認めています。今回の話はあくまで有力な提案です。そこを外すと言い過ぎになります。何年もの冬か、それとも最初の2時間か、細かい話に聞こえるかもしれません。けれども、生態系が一つ丸ごと壊れるとき、何が最初に聞いたのかを知ることには大きな意味があります。恐竜たちの絶滅は私たちが手にしている最も詳しい破局の記録なのですから。ゆっくり飢えたのか、一瞬で焼かれたのか、それによってその後の世界の立ち直り方もまるで違って見えてきます。キアレンツァ氏はこんな言い方をしています。衝突のまさにその瞬間をどんな動物が生き延びたのか、
その体にはどんな特徴があったのか、それがわかれば、なぜあるものは生き残り、恐竜は生き残れなかったのかが、ようやく見えてくるかもしれない。1990年に生まれ、一度は沈み、17年前の正し書きから浮かび上がってきた仮説。6600万年前のあの一日は、今も少しずつ書き換えられ続けています。この動画が良かったらチャンネル登録お願いします。